それでは、次にカレンダテーブルを作るやり方を行っていきます。この場合ですね、自動的に作る場合には、このように日付列が入ったテーブルがこのモデル内にないと作成することができません。それでは、テーブルツールより新しいテーブルをクリックします。そしてここで、テーブルオートにしましょうか。オートというテーブルを作ります。ここで、カレンダーのカレンダーオートという関数を選びます。そして、括弧でくくってやって、因数を与えない状態でクリックします。エンターですね。そうするとこういうように、2023年の1月1日からずっと1日おきにこういうように、レコードが入ってきます。そしてこれを最後を見ると、ここが24年の12月31日まで入るっていうような形で新しいテーブルがここを作成されました。で、元の売上を見ると、ここではですね、23年の12月1日、そして24年の12月20日というふうなデータがありますので、この23年の1月1日から24年の12月31日までのすべての日付が入った、このカレンダーができたということになるんですね。それでは指定区間でのカレンダーの作成を見てみましょう。新しいテーブルで、日付指定にしましょうか。日付指定。これで、やっていきましょう。この場合はですね、カレンダー関数を使います。そして指定の時は、デートで、例えば2024年の1月1日からで、ここで、次にカンマを入れます。ここで、デートと入れてやって、例えば2024年の、1月の31日までというような形で、入力していきます。そしてエンターを押します。そうするとここで1月1日、からずっと下まで行くと1月31日までの日付のレコードが作成できました。この場合はモデル内に、このような売上なんかのデータがなくても作成することができます。